はいこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ のチューニングスイッチ付き 3DD モデル、ベーダーです。ドライバー構成とチューニングスイッチの条件で共通するのは CCA トリオだよね。そうね。価格帯も似てるし、ベーダーとトリオは兄弟機みたいな関係なのかしら。ベーダーにはご覧の通り2つのバージョンがあるんですが、今回レビューするのはハイレゾリューションバージョンです。違いは上の説明の通りです。でもこれだけだとちょっとよくわからないので、販売ページの波形を比較してみました。グラフのレベル表示が違ってるんで、だいたい合わせると 200Hz 以下が強調されているのがバランスドバージョンだわ。 2DD モデル KZ キャスターとキャスターインプルーブドベースバージョンみたいな関係だね。そうね。そしてトリオリアルイコールベーダーバランスドバージョンのようね。価格は6000円前後で Amazon の針も同じぐらい。ハイレゾリューションバージョンの方がちょっとだけお高めみたいね。外観はどんな感じ？トリオが光沢のあるブラックに対し、ベーダーはバランスドバージョンが光沢仕上げでトリオと同じ。ハイレゾリューションバージョンがマットな仕上がりで渋い感じよ。指紋も目立ちにくいし、愛はハイレゾリューションバージョンのマットな仕上げが好き。サイズはトリオよりほんのちょっと小ぶり。重さに差がついてるわね。装着してその差がわかるかな？わかんないんじゃない？ドライバーは合計 8mm のダイナミックタイプが3機で、トリオと同じ。リアチップの波形比較は上の通りです。バンドルは2タイプ。メモリーフォームの特性がいつもの感じで、広域がちょっと丸くなるようです。ハイレゾリューションバージョンは低域が弱めなので、メモリーフォームを使うのもありですね。今回の音収録と視聴には、バンドル1の特性に近い TRN ティップスを使用しました。その他のマイヤーチップの測定結果はこんな感じです。メモリーフォーム以外だと、タンチジム TAPB あたりも広域が少し丸くなりそうです。はい、次はチューニングスイッチね。低域のブーストは2段階あるけど、控えめな設定。同じ 3DD 構成の CCA トリオとの比較になるけど、スイッチオフの状態で低域の出方は大きく違うよね。なるほど、中域より下の帯域が結構違うわね。でもトリオとの音質の住み分けができているのはいいわ。ハイレゾリューションバージョンとトリオの比較なら住み分けできてるね。そうだね。中域から上の2段階のブーストになっていて、こっちはレベルも結構上がってくるね。スイッチ3と4をオンにすると、中高域以上のレベルがかなり上がりますね。そうだな、チューニングスイッチで低域、高域、どちらのニーズも満たしてほしい気もするんだけど、ベーダーはそれを2つのバージョンに分けちゃってるみたいだ。ハイレゾリューションバージョンは高域寄りのバランス、低域がもっと必要ならバランスのバージョンを選択ということになるけど、バランスのバージョンは多分トリオと同じ低域の傾向だろう。最後はスイッチオールオンも足したグラフ。中高域以上は同じで低域を2段階増した設定。もともと低域が弱めなのに、スイッチ3と4は使いますかね？個人的には使わないね。でも高域好きの人はスイッチ3と4を使うと思うよ。そこがチューニングスイッチで調整できるメリットだよね。ああ、そうでした。サウンドチェックはベーダーとトリオの比較でいいですよね。もちろん、ここで別のモデル出してもしょうがないからね。音調整の基準はベーダーで、チューニングスイッチは両モデルともオールオフ。ケーブルはバンドル品を使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。低域の差は歴然で、トリオが圧倒的だったね。まあ、波形通りだよね。トリオはデフォルトでも低域が明らかに目立つ出方。ボーカル、メロディーの帯域がやや低域にマスクされている印象。対するベイダーは逆に少し低域が足らないなぁという感じなんだけど、ボーカルは明瞭で解像感高い印象。低域を控えめにして中高域自体もトリオより少し持ち上げているから、ボーカルがよく聞こえるのは当然といえば当然なんだけどね。なんかどちらも一長一短って感じだね。そうだね。でもこれはスイッチオールオフでの比較だからね。トリオは中高域以上をブーストするスイッチ3をオンにして聞いてみると影響が出る帯域幅も大きいので印象はかなり変化するよ。ほんとだ。低域に負けてたまるかって感じになってるね。ってことはベーダーは低域をブーストするんでしょ？そう。スイッチ1と2をオンにして聞いてみた。それでもトリオほどではありませんが、さっきよりは低域の存在感あります。ボーカルが埋もれるようなことは全然ありませんね。でもトリオの質感とはだいぶ違うと思います。どんな風に違う？ベーダーの方が繊細に感じます。トリオは同じボリュームでも圧を感じるというか、おりゃーって感じですかね。どんな感じだよ。迫力があるって言いたいのかな？あ、そうですそうです。スイッチ設定を変えた場合の2モデルの比較を見ると、トリオの足りないと感じた中高域以上とベーダーの元々の中高域以上が似たカーブになってるね。そうだね。でも聞いた感じは結構違うって愛ちゃんは言ってる。はい、似てるとはいえ中高域以上は細かい部分で違いますし、超高域にも違いが見られます。1キロより下も広い範囲で大きく違っていますからね。ただこのスイッチ設定でどちらも結構いい感じで聞けたことは確かだね。その上でベーターの方が繊細な印象でした。やっぱり低域が強いと高域側も負けじと出さないとバランス取れないから派手めな音になるってことだ。そうね、ベーダーはこれにスイッチ設定で高域をさらに2段階ブーストできるので、やっぱり高域好きな人向けということになるわね。愛はスイッチ1と2をオンにした低域をブーストしたバランスが一番聞きやすかったわ。KZ で低域が強いモデルはたくさんあるから、ベーダーみたいなチューニングで全ての帯域をカバーするラインナップの充実を図ってるんだろうね。そうね。しばらくいろいろなジャンルを聞いてみて、低域にちょっと物足りなさは感じるけど、しばらく聞いてると耳が慣れてきた。中高域以上は聞き取りやすくて綺麗に出ているのが印象的だった。でもシンバル系がきつめとかボーカルが刺さる感じもなく、長時間のリスニングでもそんなに疲れなかったわ。これは買いかな？中高域以上を重視する人におすすめだね。低域がもっと欲しければベーターバランスドバージョンがありますからね。そういうこと。ということでチューニングスイッチ付き 3DD モデル KZ ベーダーハイレゾリューションバージョンのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。